Apple CarPlay ってこれできないよね。カープレイは実は不便なんじゃないかという説を検証し、その不便やイライラを解消していくという動画です。この車で Apple CarPlay を約3ヶ月、実際に利用してみました。最初はナビで Google マップが使えて便利だなと感動していましたが、使っていくたびに徐々に不満が溜まっていって、あれ、スマホと比べてかなり不便じゃねと思うようになりました。そこでいろいろと調べていくと、Apple の闇が見えてきたんですよね。カープレイを使うためには、まずナビとスマホを接続する必要があります。接続方法は有線無線とありますが、Y のは有線接続。これはナビ側が無線に対応していないので、カープレイが悪いわけではないです。ただ、毎回有線接続しないといけないのは不便だとは思いますけどね。ここからは不便だと思う点を3つほど。まずスマホのズームインズームアウトってこうやってできるじゃないですか。トントンってしてそのまま指をずらすやつです。あとは指を2本で広げたり狭めたりするやつ。これがカープレイではできないんです。Y のナビの問題ではなく、すべてのカープレイでできないんです。ズームするには左下の矢印のボタンをタップして、プラスマイナスのボタンをタップしないとできません。これって画面を凝視しながらでないとできないですよね。つまり、運転中の操作は難しく、停車しないといけなくなります。この操作なら凝視せずに指だけでできるんだけどね。ちなみに、移動スクロールも一度左下の矢印を押さないといけません。見たい地点をタップしても、そこにスクロールはしません。現在地をタップするとズームインはされますが、ズームアウトはできないです。現在地以外をタップしても何も反応しないということです。よって、カープレイではスマホで慣れた操作ができず、画面のボタンを凝視して押さないといけないのがすごく使いづらいということです。これの何が不便かは想像できますよね。どの道を通るか先を見たい、渋滞がどこにあるか見たい、と思っても指だけの操作はできず、根気よく画面のボタンをタップしていくという超絶手数の多い方法しかないです。信号待ちで操作したものの間に合わずに諦めるということが何度あったことか。これでやっとルート全体が見渡せるようになりましたね。渋滞地点など見たい箇所があれば、さらにズームしていく必要がありますけどね。ちょっとさすがにきついですよね。ちなみに、カープレイ版であれば Google マップだけでなく、Yahoo カーナビでも同じですからね。後ほど原因を説明しますが、もうこれはアプリ側の問題ではなく、Apple CarPlay 自体の問題のようです。目的地を設定する場合は、検索ボタンからになります。先ほど地図上をタップしても何も起きなかったので、タップして目的地を設定することは不可能です。目的地検索は音声検索も可能なので、なんとかなるとは思いますが、問題は Google マップのお気に入り登録地点の選択が終わってるということです。検索から保存済みの場所をタップすると表示はされるのですが、今まで貯めてきた1293箇所の行ってみたい場所を見てみましょう。地図ではなくリスト。しかも何順の表示かも不明で、この中から探せということですか。ということで、目的地はこのナビから設定するのはあまり現実的ではないので、結局スマホを操作してナビに送信することになってしまいます。これは Android Auto も同じだけど、対応アプリがすごく少ないです。CarPlay は YouTube や Netflix などの動画系アプリはもちろん非対応だし、雨雲レーダーを見るための天気予報も非対応。安全上の理由というのはわかるけど、同乗者も使えないという観点では不便です。待ち時間の停車中であってももちろん無理なので、音楽を聴いて時間を潰すぐらいしかできないんですよね。それらは楽しいかどうかというと、残念ながら楽しくはないです。ちなみに、AI のチャット GPT は対応しているけど、ジェミには非対応という Apple の闇が見え隠れしていたりします。周辺検索してもらうときは Google のジェミニの方が使えるんですけどね。
実は地図でズームインズームアウトができないとかは Apple のポリシーなんです。カープレイアプリ作成ガイドラインなるものがあって、Apple がナビ用に用意したテンプレートにアプリ開発者は従わないといけないとある。つまりこの操作性は Apple が決めたことで、アプリ側でどうすることもできないということ。じゃあ原因はAppleだと分かったけど、どう対策すればええんや。それは Apple CarPlay をやめるのみです。何？ほなスマホを Android に変えろということ？それはさすがにハードルが高いので、この方法をおすすめします。オッドキャスト P3 Pro。出た！もうナビを Android タブレット化してしまおうということです。ベースが Apple のままだと手の打ちようがありませんので、これをナビにつないでおけば、あの不便な3点は全て解消されます。ズームインズームアウト操作はスマホと同じです。目的地設定は地図上からできます。対応アプリは YouTube も見れます。しかも接続の無線化もできるというおまけ付き。では早速つないでみましょう。ナビとオッドキャストを USB で接続するだけで OK です。以降はつなぎっぱなしでグローブボックスなどに放り込んでおくだけ。リチウムイオンバッテリーを使ってないので発火リスクがないのも安心。ネットへの接続方法は下記の4種類があるのでお好みでどうぞ。 Google マップの使い勝手はこんな感じです。ズームインズームアウトの操作はスマホと全く同じで便利になりました。もちろんスクロールも一緒でサクサク動きます。ナビ中であっても操作感は全く変わらないです。これで信号待ちの間の操作に余裕ができましたね。Yahoo カーナビの場合はこんな感じです。これも Google マップと一緒でスマホと全く同じ操作感ですね。Google マップのお気に入り地点もちゃんと表示されます。地図上の地点をタップすれば目的地が設定できてナビが開始されます。南東に進みます。これが本来あるべき姿だと思うんですけどね。ルート変更も操作は簡単で良いですね。対応アプリは基本的にほぼ全てのアプリが使えます。YouTube や Netflix などの動画アプリはもちろん、タイムズや駐車料金検索アプリなどもダウンロードできるものは全部使えます。ということで、いろんなアプリをダウンロードしてみた。まずは TVer。これでテレビが見れるようになりますね。もうテレビチューナーなんかいらなくなりましたね。そして阪神ファンおなじみのトラテレ。何これ？これで阪神戦の野球中継も見れますね。そして検索に強い AI ジェミニも使えるようになったので、こんなこともできます。ここから近い営業中のファミレス探して。現在地から近い営業中のファミレスを探しました。結果は次の通りです。ガスト渋谷宇田川町店。現在営業中。6時から翌5時。現在地から 1.2km。ステーキロッジ渋谷宇田川店。現在営業。ガストまでナビして。ガスト渋谷宇田川町店へナビゲーションを開始します。北西に進みます。これで運転中でも自動でナビを設定できますね。渋滞中はこんな遊びも。心理テストを出して。いいですね。では簡単な質問をします。あなたは広い海を見ています。その海にはどんな生き物が住んでいると思いますか？直感で答えてください。ラッコ。なるほど。ラッコですね。この心理テストでは、海は無意識や心の奥深くを表し、そこに住む生き物は、あなたの内面や隠れた一面を象徴しています。ラッコは愛らしい動物ですが、遊びはこれぐらいにして、このオッドキャストは2画面表示ができるんです。このように Google マップと YouTube を表示させたり、画面の割合が変更できて地図を大きく表示させることもできます。 YouTube じゃなくて Spotify を流しておくとかも当然できます。というわけでおすすめのオッドキャスト P3 Pro をぜひ。ちょうど Amazon プライムデーで過去最大の割引を実施しているようです。さらに
当チャンネル視聴者限定の割引クーポンもあります。詳細は概要欄に記載しておきますので、お得にゲットしてください。BMW の方は BMW 専用機種 i3 がありますので、そちらをどうぞ。よくわからない方は公式ホームページの適合検索でご確認ください。今後もお得な情報があればご案内しますので、とりあえずチャンネル登録だけでもして逃さないようにね。ガレージで雑談する感じで、コメントや情報交換を気軽にどうぞ。いいね、はい、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。